こんにちは。車のニュースの時間です。車が 1% でも好きな人は 100% チャンネル登録お願いします。皆さんのおかげで500人達成できました。本当に感謝します。各地で相次ぐ高級車の窃盗。その手口は年々進化している。専門家を取材すると、通称ゲームボーイと呼ばれる新たな手口が出てきていることが踏ん借りった。最新最強のツールが2024年に登場。全国で相次ぐ高級車窃盗。4月にも三原じゅん子参議院議員のランドクルーザーが自宅から盗まれた。盗難被害に遭った三原じゅん子参院議員。本当に腹が立ちますね。自動車窃盗の主な手口はリレーアタックや CAN キャンインベーダーといったもの。しかし2024年になって最新最強のツールが登場していると専門家は警鐘を鳴らす。自動車生活ジャーナリスト加藤久美子さん。通称ゲームボーイってと呼ばれているツールは一般名詞で言うとキーエミュレーターと言うんですよ。その場で鍵が作れてしまうというのが一番恐ろしいところですよね。その名は通称ゲームボーイ。モニターに十字キーと5つのボタン。手のひらに収まるサイズで見た目は携帯型ゲーム機にそっくり。これまでのリレーアタックと呼ばれる手口では家にあるスマートキーから出る微弱な電波を特殊な機械で増幅させてロックを解除していた。一方、このゲームボーイは車から出ている信号を利用してドアを開けたりエンジンがかけられるという。本来は鍵をなくした場合のスペアキーを作るために開発された通称ゲームボーイ。ヨーロッパでは2024年発売となったモデルが1台3万ユーロ、日本円で約490万円という高額で販売されている。販売サイトでは悪用される恐れがあるため違法行為の使用は禁止と注意書きがされている。通称ゲームボーイへの対策は？この最強のツールに対して今からできる対策はあるのだろうか。自動車生活ジャーナリスト加藤久美子さん。自分の車が盗まれるかもしれないというまず意識を持ってもらうことが非常に大事で、セキュリティの専門店で扱っている私が勧めるのはやっぱり国産のセキュリティを選ぶんですね。他にも鍵付きのガレージに車を入れるといったことや別の駐車場に一時期置くことも有効だという。捜査関係者によると日本の警察でも通称ゲームボーイという窃盗の手口を把握していて、実際に被害があるかなど情報収集を進めているという。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。2001年から個人で自動車盗難防止 HP を立ち上げていたものです。その後も現在に至るまでカーセキュリティのクリフォードを中心に最近ではパンテーラ、IGLA アラームなども利用しています。この問題は千葉コンプリートの雑賀社長もご指摘の通り23年前から存在していたようです。新型コードグラバーといえる装置でドアハンドル付近から発信される信号を受信してそれに合致したコードを自動生成してドアロックを解除するようです。対策としてはプロショップ側は同社のキーレスブロックなどを追加することを推奨していますが、私はこの手口はスマートエントリーシステムを OFF にすればいいと考えます。この機能を OFF にしてもリモコンでドアは開け閉め可能ですし、車種によりますがエンジンボタン付近にスマートキーを近づければエンジンも始動できます。昔みたいな機械式と電子式を組み合わせたのと違って最近の車関連は電子機器満載で専用ツールさえ入手できればハッキングしやすいってことですね。メーカーが任意で外部接続から電子機器に対してのアクセスを切るスイッチをつけてユーザーが任意的にそのスイッチをオンオフできるようにしたら機器を接続してもアクセス先が無効になってる状態になるので一応は盗難対策になりそうな。最終的にスイッチ位置が分かってても盗難時はガラスを破損させてドアを開けての解除になるのでかなり目立つと思うし、自分は大丈夫という油断と電子制御を過信すると被害に遭う確率は上がると思います。ハンドルロック等の物理的な盗難防止も併用するとか、盗む際に手間や時間がかかるようにすれば嫌がってターゲットから外れることもあるかなと。このゲームボーイの電波を妨害することはできるのかな。俺ならアクセル部分に遊びがないよう隙間を埋める鋼鉄製でディンプルキーで取り外しができるものを作ってもらう。アクセル踏めないように。あとはトヨタとかがハンドルの内部に太い真鍮製を通して鍵でロックしたらハンドルが回らないように作れないのかな。
電子機器対応ができないならアナログでも十分対応できるかと。簡単に盗めるということは逆に面倒な車は敬遠されやすくなるので、以前はプロの窃盗団だと無力と言われがちだった社外セキュリティの有効性が高まっているのかもしれないと思いました。クリフォードとかの高級なセキュリティはもともとプロの窃盗団でも無理と言われていたので、社外セキュリティもピンキリだとは思いますが、悪意を持った攻撃者に対する対策は難しい。どんな鍵を使っても盗難して売り払う気なら窓割ってでも持っていける。エンジン動かなくてもレッカーすれば終わり。分厚い扉のガレージに入れるとか立体駐車場にしてすごく時間かかるようにしかない。鍵を昔ながらの手動式と電子キーの2種類を車に採用すればいいんじゃないのかな。例えば手動式の鍵をマンションなどで使用されるディンプルキーを採用し、その他に電子キーを搭載するとか。長時間車から離れるようであれば両方のロックをして、短時間であれば電子キーでロックをするとか。そうすれば電子キーを解除できたとしてもディンプルキーも解除しないといけないわけだから、鍵の知識に精通した人でないと簡単には盗まないわけだし、素人の自分でもすぐに考えつくんだけど、便利なのも良いけど、やはり昔ながらのキーを差し込んでのドアの開錠や施錠が一番盗難対策が万全ということなのか。もはや現在の車はほとんどがそういうシステムだから、車の保管にシャッター付きの車庫に入れてもずっと家の車庫に入れてるなんてことはないでしょ。車は乗るものだから乗って出かけた先で駐車しますよね。その駐車場で待ち構えてたらいろんな車がよりどりみどり盗み放題ってことですかね。シャッター付きの車庫も出かけたら意味がないってことですからね。自社から発せられる電波をどうにかしないと、これじゃあおちおち出かけることもできなくなる。目的地に着きました。しかし盗難防止のために車から離れることができません。ってなり得るよ。それとも出かけるたびに警備員を雇うの？防犯カメラで顔がはっきり映ってても窃盗では警察は動かない。逃げるとこでひき逃げされるとか殴られるとか怪我されないとダメだね。対策としてはハンドルロックは簡単すぎてダメ。最低でも追加イモビライザーぐらいは必要かな。今回の記事のケースだと何の鍵でも基本的に紛失時の再発行を想定してることが多いから、そこを突かれると厳しい。紛失時のリスクはあるけど、車側でゲームボーイでの解錠をユーザー判断でキャンセルできるような設定があればいいのだけど、もうバッテリーを外しておくしかないかね。あとバッテリーつなごうとしてボンネット開けたらびっくり箱みたいにグーパンチ浴びせて KO みたいな装置とか、無理に開けると電気流れて感電死させたりとか、無理に動かすと椅子から手がたくさん出てきて笑い死にさせるとか、もうアイデア勝負しかないかもね。こんなものを使っても自宅から窃盗は無理ですね。それこそ強盗団が体制をし寄せて重機や大掛かりな電動工具等を使って強奪していくしか無理です。その前にセキュリティ会社や警察が到着します。それ以前に自宅まだ到達するのも難しいかな。守衛が常駐しているゲートを通るのは難しいでしょうしね。実際空き巣の被害も聞きませし、簡単にエンジンがかかり鍵も開けてしまう装置が進化するのであれば、対策としてシンプルに振動解錠等があれば、車内に置いてある機械がとてつもない大きな音を出すっていうのを作ったらいかが？安価でできるんじゃないの。違法行為の使用は禁止というが、違法行為目的以外の利用なんて考えられない。車のエンジン始動を鍵なしでするために一般人が数百万円の機材を買うのかと。この手のツールは売買自体は合法となっているが、法律で禁止する必要があるのではないか。ほんとこの手の問題に対して国や警察は対応が手ぬるい。某議員がブチギレてことを動かすように運んでほしいものだ。セキュリティのいたちごっこをしたり、警察が手口の検証をする前に自動車盗難を厳罰化すればかなり解決するのでは。自動車盗難はほぼ無意識に発生するものではなく、確実に認識して実行されるものだから。毎回やるのは面倒だけど、エンジンルーム内の IG や ECU のヒューズを切れたやつと付け替えるのも効果あると思います。BNR312 とか古い車は特に効果的かと。クラセンのカプラーも抜いとくとかです。積載で持ってかれたら無理ですが、盗難対策ね。LPG 車タクシーだとインジェクターの横にガスの元栓がついていて、運転手さんが休憩や食事で車を離れるときはそれを閉めると聞いたことがあります。そうすると100メートル以でエンストするらしい。ガソリン車ならできそうだし EV ならブレーカーキルスイッチになるのかな。ディーゼル車だとエア抜きが必要だけど、
何でもかんでも電子化でシステム統合するからこういうことになる。最近の車は車外からエンジンスタートできるコネクトステムを悪用して、もっと簡単にネット経由で盗難できるようになるんじゃない？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。